私が試乗しているのは BMW の R1200GS アドベンチャーです。スタンダードの GS に対して大容量33リットル入りの燃料タンク、そしてストロークが20ミリ伸ばされた前後足回り、大型のウィンドスクリーン、さらにはタンク、エンジンを保護するパイプ製のガード類、こういった冒険旅行と言ってもいいかもしれませんけれども、そういったハードな長旅をこなすための特別な装備がおごられたスペシャルな GS、 これがアドベンチャーというモデルです。30リットルを超える大容量の燃料タンクと、それを取り囲むように張り巡らされたパイプ製のガード類、こういったものを見たとき、個人的にはこのアドベンチャーというモデルはかつて存在した R100GS パリ・ダカールの、BMW 自身が作ったオマージュではないかと、個人的には考えています。現行モデルで考えれば、スタンダードの R1200GS がオンロードでのパフォーマンスを重視したモデルに徐々にこうシフトしていっているのに対して、このアドベンチャーというモデルは、もちろん高いオンロード性能も持っているんですけれども、あくまでもオフロード性能を、重視しているということで、オンロードでもオフロードでも高い走破性能を誇っているという、連綿と続いている GS の良き一面を最も色濃く受け継いでいるモデルと、言えるんじゃないかと思います。この長旅仕様の GS、アドベンチャーの魅力を味わうためにいつもよりもちょっと遠くに来ています。伊勢志摩国立公園をツーリングしようというのが、今回のルートなんですけれども、今日早朝に東京を出発、東名高速に乗って途中1回食事のための休憩を挟んだんですけれども、それ以外はですね、ほとんど一気にここまで走ってきてしまったという感じです。そして今日ここまで走ってきてもまだ燃料タンクにはかなりの余裕があるということで、600キロとか700キロとかその辺りまで無給油でツーリングできるんではないかと思いますけれども、こういったですね、ハードな長旅をこなすための装備品の数々、こういったものもですね、実際にこうやってロングツーリングに連れ出してみれば、日本においてもかなり有効な装備品と言えるんじゃないかと思います。カメラでも捉えていると思いますけれども、この R1200GS アドベンチャーには専用の大型のウィンドスクリーン、そしてウィンドスクリーンの根元左右にはですね、一つずつ横方向のウィンドプロテクションを拡大するためのものと思われますけれども、少し小さなですね、ウィンドディフレクター装備されています。そして特別装備の大容量の燃料タンク、実はこれが結構横に張り出しているので、この部分がカウルのような役割を果たして、ほぼ、ライダーの体はもう上半身から下半身までほぼウィンドプロテクションの範囲内に入っているということで、おそらくですね、400キロ近く走ってきたと思うんですけれども、ここまで走ってきてもライダーの疲れは極めて少ないと言えると思います。疲労が少ないもう一つの理由としては乗り心地が非常にいいですね。オフロード走行をするための装備だと思うんですけれども、前後のサスペンション20ミリずつストロークが伸ばされたものが搭載されているんですが、満タンの走行可能状態では271キロという巨体なんですけれども、ヘビー級の車体とよく動くサスペンションの組み合わせということで、前後の足回りがもうそれこそ路面を舐めるようにトレースしてくれているので、この重量級の車体にまたがっているライダーには不快な振動があまり伝わってこないんですね。こういったことも、ライダーの疲労を軽減する大きな特徴なんじゃないかなと、そんな気がします。そしてですね、この DOHC 化された、ボクサーエンジンですけれども、闇雲に高出力を求めていないのがいかにも BMW らしいなと、そんな気がします。このエンジンの最高出力は110馬力、最大トルクは120ニュートンメーターということで、 DOHC 化された恩恵のほとんどは燃焼効率の向上と低速域でのトルク、これに貢献していると言えると思います。特にアドベンチャーに関してはミッションがローギアード化されているということもあって、ほぼですね、発進時もエンストの心配はなくなったと言っていいと思います。それぐらいこのエンジン、ごく低速域から非常に力強いトルク、そして強大な駆動力を発生してくれます。この DOHC ヘッドを持つ現行のボクサーエンジン、この重量級の車体を持つアドベンチャーにこそ必要だったエンジンなのではないか、そんな気がしてきます。はい、今 R1200GS アドベンチャーでオフロードに入ったんですけれども、ここちょっとしたフラットダートなんですけれども、こういう場所であれば非常にですね、走りやすいですね。足回りがですね、ESA、イーサーの調整をしているので、非常に吸収性も良くなっていて、オフロードの、こういった路面のですね、微妙なアンジュレーションであったりとか、ちょっとしたギャップ、そんなのも柔らかく乗り越えてくれるので、想像以上にですね、このアドベンチャー、
やはりオフロードでも乗りやすいです。今大きなギャップを乗り越えましたけども、足回りはもうほとんど余裕です。非常によく路面のギャップを吸収してくれます。前後の足回り、今ソフトな状態にしてますけれども、ほとんど普通のフロントフォークとあまり違和感ない感じですね。テレレバーなんですけれども、フロント周りもですね、非常に自然な感じで、この車体のね、大きさはあるんで、気をつけなきゃいけない部分はもちろんありますけれども、非常にナチュラルなフロントの反応なんで走りやすいです。タイヤの方もね、ミシュランのアナキーなんですけれども、思った以上にグリップしてくれますね。オンロード重視のタイヤではあるんですけれども、これぐらいのフラットダートにはこのミシュランのアナキー、走行性能を考えればバランスはいいなと、そんな気がします。開けた場所では結構ぐいぐいと前に進むことができて、実に頼もしいなと、そういう印象すらありますね。ASC が効きましたけれども、ASC の効き具合も非常に自然な感じというか、危ないなと思った時聞いてくれるんで安心感が高いですね。オフロードのね、エキスパートライダーであればもっとガンガンいけるんでしょうけれども、さすがに私はちょっとそこまでの腕はないんですが、こんな私でも結構安心感を持って、こういうふうにオフロードを楽しむことができる。これぐらいですね、オフロードを走れるところが、最も GS の GS らしい面を受け継いでいるアドベンチャーらしいところですね。今私が走っているのは伊勢志摩国立公園内にあるパールロードという海沿いの非常に美しいワインディングロードなんですけれども、いいところはやはりこのエンジンですね。この大型の燃料タンク、そして車体を守るためのこのパイプでできたガード類ですね。こういったアドベンチャーならではの特別装備がたくさん車体に付けられているということで、普通のオートバイと比べるとやはりトップヘビーな車体の上側が重たいと、そういう感触確かにあるんですけれども、ただこういうトップヘビーな車体を安定させるのに十分なだけのトルク、駆動力を発生してくれるこのエンジンが組み合わされている、これがやはり最大のミソだなと思います。タンク周りの重さも生かして車体を倒すときはパタッと寝てくれるんですけれども、次のコーナーに備えて車体を起こすとき、一度コーナーで寝かしてしまうとなかなかそれ以降車体が起き上がってこないという嫌いがあるので、その時はこの強力なエンジンのトルクを生かしてアクセルを開けて車体を起こしていくか、もしくはこのフロントテレレバーの剛性とロードホールディングの良さを信用してハンドルバーを持ってよっこいしょと起こしてもいいかもしれないですね。そういう走りをしても全く問題ないほどこの車体安定してます。非常にヘビー級なのでそもそもが動きにくい車体と言えると思うんですけれども、それにこのイーサー付き、しかもストロークが20ミリずつ伸ばされた前後の足回りを組み合わせているということで、前後サスペンションの仕事量が非常に多いですね。こういったワインディング、多少荒れてるところもあるんですけれども、そういった時に、この重たい車体と動きのいい足回りの組み合わせで、舐めるようにですね、前後の足回りが、路面をトレースしてくれている、そういう感触があるので、乗り心地も良くて、そしていざとなれば、剛性感たっぷりの前後の足回りを生かしてスポーティーにも走れると、そういう一面を持っている、そんなオートバイだと思います。それにしてもこの R1200GS アドベンチャー、確かに渋滞とかが多い都市部だと多少持て余すような部分があるかもしれないですけれども、こうして走ってさえいれば確かにこれはもう無敵のバイクだなと、そんな気がしてきました。